世界中のケヤキファンの皆様、こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらのケヤキの去年取り木したところから取り木外し、現在の植え替えたところまでの経過を簡単にご説明したいと思います。今日はこちらのケヤキを見ていきたいと思います。ちょっと見てほしいんですけれども、こちらね、昔植え替えをした時に押さえるために幹をぐるぐる巻きに針金で巻いてしまって針金の跡が残っているのと、後ろが全然根が張ってないんですね。ここをどうにかして解消したいと思って今回植え替えをしようと思ったんですが、植え替えキャンセルで取り木をして2つの欠点を解消したいと思います。取り木の時期なんですが、3月から9月の間がいいとか、4月から6月の湿気のある時がいいよとか、いろいろあるとは思うんですが、基本的には木が活動期に入っている時だったらいつでも大丈夫だと思います。なのでもう芽が動き出していたケヤキだったので、今回は先ほど言った欠点を解消するために植え替えではなく取り木に変更しました。さあ、ここからが本番、取り木をしていきたいと思います。まずハサミで発根させたい部分の位置を掴んでぐるぐると回して切り込みを入れます。この時しっかり水平になるように注意して切り込みを入れます。本当は下にも切り込みを入れた方がいいんですが、鉢のこの上が当たってしまって水平に切り込みが入れられないので、もう削っていきます。削る幅なんですが、幹の直径のだいたい 1.5 倍ぐらいがいいとされています。またどのくらい深く削るかというと、形成層をしっかり取るようにしてください。形成層が残っているとつながってしまって発根しにくくなります。発根促進を促すためにオキシベロンを使います。切り口の上の部分ですね、発根させる部分にオキシベロンを塗っていきます。はい、次は黒ポットを必要な大きさに切っていきます。僕は小玉の赤玉土を入れてますが、心配な方はすりつぶした水苔などを混ぜたものを入れるといいかもしれません。バーミキュライトを使う方もいらっしゃいます。乾燥防止のために水苔の代わりにティッシュをかぶせます。最後に水をたっぷりやって終わりになります。水やりをしている最中に思い出したのですが、黒ポットに排水のための穴を開けるのを忘れていました。この後排水の穴を適当に何個か開けて終了しました。ポットの隙間から発根はしています。どんな粘りが見れるでしょうか。
取り木を外す前に剪定と葉刈りをやっておきます。いやー、良かったです。ほぼ全方向から根が出ていました。ところどころ出ていないところがあったので、そこは削ってまたオキシベロンにつけて、それから植え替えたいと思います。ではここから植え替えをしていきます。去年の冬に取り木をかけて、夏前ぐらいに1回外しているので、そんなに根は張ってないと思うんですけれども、ちょっと見ていきましょう。用土も簡単に落ちるようです。上の根は大事になるので、傷つけないように丁寧に用土を落とします。根元はこんな感じになってます。特に偏りなく綺麗に出ている根だと思います。最後に2011年の発芽からの過程を見ていただこうと思います。間の8年間のデータが見つかりませんでした。すいません。ご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。またね。バイバイ。